皆さんこんにちは、朝日奈也です。今回は初めての UberEats 企画をやっていきたいと思います。はい、でもう今ね、ボンタイカフェでピザとポテトとあとアサイーボールを頼んできました。これを食べながら今の国のアリスを見ていこうというのが今回の企画です。今の国のアリスをこう見てくださって裏話とかも公開させていただいたんですけれども、まだなんか話足りないんじゃないっていうコメントだったりとかもねいただいたりとかもしたので、映像を見ながらこういうシーンですよっていうのをお伝えしながら進めていきたいなと思います。早速食べながら今の国のアリスを見ていきたいと思います。タオちゃんが出てきてますよ。公開されてから見ました？自分で見たもちろん。言っていいか分かんないけど公開される前から演者だけは見れるのよこれ。公開する前からも見たし、公開されてからももちろん見ました。結構何回も見ましたよ。面白いですね。ねえ、だってこの虎のところとかもさ、青柳さんどうやってやったんだろうとか思うよね。私撮影シーン同じじゃなかったから分からないんですけど、うわー、ミラギが銃でバンバン撃ってますよ。ラスボスだ。ラスボスマジでいい人だからいい人に見えないラスボスがいい人って言われるとラスボスはいい人じゃないんだけど、柳さんがめっちゃいい人なの。本当に超優しくってさ。ここら辺で出てくる？ここも出てくるね。水が上がってくるゲームの前ですね。今入る手前にいます。来る？あ、来たー。すごいね。うわ、懐かしい。これさ、本当に地下だからさ、携帯がさ通らないのね、電波が。へえ。だからさ、待ち時間の時携帯繋がらなくて結構暇だったんだよねでも携帯繋がってるからね、ここでは。確かに。映像の中でもさ、水のゲームがあるじゃない？この水のゲームの時って真冬に撮影してて、真冬？めっちゃ寒いの。この水、これ水なの？水、あったかいお湯にするとカメラが曇っちゃうから、あったかいお湯にできなくって、ちょっとお水に近いなって感じの冷たい感じだったんだけど、撮影するところはさ、もう水でもしょうがないじゃん。カメラが曇っちゃったら撮影にならないから、曇らないようにしてるんだけど、その撮影が終わった真隣に簡易的なさプールみたいなのが設置されてて、温泉みたいなのが2つぐらいあって、めちゃくちゃ暑いのとちょっと暑いの39度と41度とかで設定されてて、この撮影が終わったらここで体を温めてくださいってセットされてる温泉が隣にあったんだよね。じゃあその間にこう入って温まってまた次の撮影に行ってってそう。じゃあこの衣装とかはどうなってるの？何枚もあるっていうこと？1枚ずっとこれで撮影してる。乾かしてってこと？そう、乾かしてもそうだし、何着かあるかもしれないけど基本的には乾かしてやってたと思う。懐かしい。めっちゃ寒かった。この撮影多分ね3日間ぐらいで撮影したこのゲームねえ。でみんななんか寒そうな顔でやっぱりしないのが女優さんですね。なんかさ、自分が出てる映像をさ見ながらご飯食べるってめっちゃ変な感じすごい変な感じする。ずっとこのパイプは肌身離さず。肌に離さず。アクションするときはどっかで捨ててる。ピーンって外したの。そうなんだ。今からやりますよっていう時に捨てた。これつけながら話すのって難しくないですか？めっちゃ喋りにくい本当に喋りにくい。ストローみたいなさ柔らかい素材だったらさまだ噛んで喋ったりとかできるんだけど、硬いのよ。だから喋りづらかった。すごく待ち時間の時とかもずっとこう加えて噛んでみたりとか噛みながら喋ってみたりとかやってた。そうやってくださいって言われて？いや言われなかったけど、やってた方がまあ慣れるかなと思ってやってた。自己流？でもここら辺とかやばい。このドアめっちゃ重いのよ水が上がってきてるから本当に重くて、全身で力加えてるんだけど全然開かなかったんだよね。これもこういうセットなの？セット。今水のゲームが終わりましたね。何回見てもドキドキしますね。ね、なんかドキドキするよね。カメラは何台で撮影してたんですか？わかんない。2台1台。関西弁はやりやすかったんじゃないですか？関西弁っていうベースだけを考えるとやりやすいんだけど、関西の言葉も淡路島と兵庫でも喋り方が違うし、淡路島と大阪とかでも違うの。だから関西弁っていうベースは同じなんだけど、淡路島独特の喋り方があるからめちゃくちゃやりづらいの。こうイントネーションの最後の語尾とかやりづらいなってやっぱり思うかも。普通に喋ってる分には関西弁がベースだから全然やりやすいんだけど、ちょっと変わるのがもう全然違う言葉な感じがするから似てるがゆえに難しかったかも。淡路島の語尾ってできらんとか食べれらんとか最後にらんをつけるんだけど、かわいい。なんかそういう言葉とかもやっぱり淡路島にはできないから関西弁っていうベースだからできへんねんと
とかあーなんかそういう風な感じにするのがすごく近いがゆえに難しかったかなって感じ。今6話の冒頭のシーンを見てるんですけど、山崎賢人くんがあるものを見つける時に山崎賢人くんとアリスと一緒にやってるシーンがあるんですけど、シシアとアリスと私3人で階段の前でやってるねシーンがあるんですけど、このシーンはね寒かったんです。すごくこれめっちゃびっくりした。びっくりするよねうわーって感じのあ、これ寒かったの。寒かった。この時寒かったね。シシアのさ不思議な感じってすごいよね。独特な、雰囲気出てるねえ。今屋上のシーンに行きましたね。季節が違うんだ。うん違う。インした時多分このシーンからだったと思う。へえ。あごめん多分わかんないインした時は何月ぐらいだったんですか？ 7月 ?8 月ちょうどいいぐらい。そうそうそじゃあ初めましてってことですか、みんな。う多分ね。そうなるとポンの話ここでやってるはずだもんね。ああ、言ってたやつ。これゲームに出かける時。うん帽子屋がガチなホテルですか？タオちゃんかわいい。ガチホテル。ここに泊まって撮影もしてた。ねえ。じゃあここずっと貸し切ってってこと？撮影期間中はずっとこのホテルでお世話になって撮影してた。どこにあるんですか？和歌山和歌山？だったと思う。今ちょっと話が進んで、チシアと私とアリスウサギもだったかな。違う、ここは私とチシアだっけか。トランシーバーで話をしてるシーンがあって、その後にラスボスが出てくるっていうね。このラスボスが通ってくるシーンの時に、ウインクをさ、してたじゃん。あれめちゃめちゃテイク重ねてんだよね私すごいやってたかどうかわかんないんだけど、あんまうまくいかなくて、なんか可愛らしいウインクにしたいんだけどあんまり可愛くならなくて、何回かねやったはず。これここでしょ？そうこれこのウインクこれふってなった。ふってなった。可愛いってなった。これはアドリブとかではなく？アドリブとかではなくて、可愛い。可愛かったな。でもなんか可愛らしいっていう感じがさ、クイナのウインクによって出た感じはあったよね、キャラクターがすごく。これね絶望だよね。この線って本当に線出てんの？出てない。足してんのか？足してる。すごいよね。いやーすごい。食べるの忘れて見ちゃう。本当だよ。7話いいね。7話ね。ほんとチシア頭いいよね。村上虹郎くんと撮影で会う時ってさ、この髪の毛じゃん。だからなんかチシアっていう感じで接してるんだけど、あの髪の毛外した瞬間さ、もう村上虹郎なわけよ。なんか村上虹郎さんですってなるとすっごい喋りづらくなって、チシアの髪の毛がついてるとチシアって感じなんだけどなんかね髪の毛があるかないかですごい変わったんだよね逆に村上さんも同じこと思ってるんじゃないですか？あの頭がね、確かにあれあればクイナだなみたいな。どうだろうね。面白かったけどねドレッドヘア重いんですか？重くないよ。軽いんだ。普通別にすっごい重いわけでもないし、すっごい軽いわけでもないし、つけて別に違和感もない。三好のスタイルが良すぎて本当に隣に並びたくないって思ったわ。本当にすごい。瞬間接着剤なんだっけな、シアノアートアクリルなんやらみたいなこと言ってはあ何言っとんねんみたいなことを言った時に瞬間接着剤って返ってくるんだけど、そのセリフがマジで面白くてなんか積もっちゃって。だって瞬間接着剤だったらさ、瞬間接着剤って言えばいいんだけど、なんかめちゃめちゃ難しい用語で言ってくるから来たよーラスボス。これなんか煙の中から出てくるじゃん、めっちゃ怖いのよ。刀がさ下のカーペットのところ引きずる音をしながら近づいてくるからめちゃくちゃ怖くてこうギーって言いながら寄ってくる感じが、こっちはさ水着だけで何も持ってないわけじゃん信じられないよね。来た。しかも身長高いし手足長いから刀の先がめっちゃ飛んでくるんだよ。ほらパイプを投げた。脱いだ。うわ懐かしい。もう本当に懐かしい。面白いね。面白い。ここディスコ？走ってきた先がそこだったんだよね。でもアクションに似合わない会場だから。場所がね、もっと広いところでやってたら
でも刀が上に振り切れないっていうのはあるよね。ここにしたメリットはクイナからすると。そういうこともあるんだ。多分ね、そういうこともあると思う。思いっきり振ると上に電球が当たってたりとかしてるから振り回せないはず。横は振り切れるだろうけど、これのさ手前に来てたさ、この会場に入り始めたシーンの時に、椅子のところに携帯を落としてひっくり返って一瞬ゆっくりになってさ、片手で私が飛んでるシーンあるじゃん、刀と私の足の指がギリッギリのやつ、あれたまたま当たんなかったの。本当にこの足の指本当にギリギリなの。これなんかギリギリ当たらないように刀のところに足を持っていってくれればいいなみたいな感じだったんだけど、本当にギリギリで結構みんなヒヤヒヤしたっていう。足の指だったから、しかも本当に当たりそうだったんだけど、本当ギリギリ大丈夫でそのままそれを使ってたっていう。このアクションシーンは何回もテイク重ねたんですか？これはもちろん細かく。クイナの見せ場的にやっぱりこのアクションのシーンがすごく大事なシーンになってたから、何回もやったし何回もやれてよかったなって思う。本当にアクションのさ練習してるとさ、ずっとアクションやりたいっていう思いがあったからこそ、自分がこう想像してる通りに体を動かせなくて、なんか悔しいのと、なんでこんなのもできないのっていう、ちょっとイライラしちゃうっていうとなんか違うんだけど、悔しいしこんなのもできないのかって思っちゃったりとかする感情がいろいろ混じって、アクションの練習中とかできるかなっていう不安になったりとか、すごいいろんな感情が出てた記憶がある。それを聞いてみると見方が全然違ってだから言わない方がいいパターンもあるよね。こういうイメージがさやっぱあるからさ。何者かって聞いた時にアパレル店員って答えたやつがふって面白かった。アパレル店員ねラスボスほんと怖いよね、この映像で見ると。怖いね、奇妙な感じね。でもめっちゃいい人だよ柳さんラスボスはね奇妙だけど、変なとこぶつけても全然いいよって言ってくれるの。当たっちゃったりとかしてもさ、申し訳ないなと思いながらもこれね、ここら辺やばいね。すごいアクション。このね後ろの蹴り、もう何回飛んだか分かんないぐらい練習した。できる日とできない日の差が激しくて、あと飛んだ時の高さが足りなかったりとかして、足が伸びなかったりとか。だけどこの撮影作品やってた時の1発かな2発ぐらいもうちゃんと成功したって感じだった。やっぱ難しかったね、すごく。ここら辺ピンの破片ね、足がすごい痛い感じになってるけど、あれはねでも痛くないようにしてくれてる。ジャリジャリ言ってるからめっちゃ痛いよね。すげえ痛そうと思った、いやーすごいですね本当に。ここねなんか笑っちゃう、見入っちゃう。これね本当にやりづらかっただろうなって思うわ、このシーン。柳さんが刀をさまっすぐ入れるってさ怖いよね。確かにこれほんとすごくない？すごい。あの首痛そう。すごいね。うわーすごい。アクションの練習とか長い期間とかやらせてもらってたけど、映像の尺で見た時にこれぐらいにしかならないんだ、結構衝撃だった。なんてとかも覚えたりとかしてたけど、でも尺にするとさそんなすごい長い時間にはならないじゃん。その短い中でクイナっていうキャラクターを見せなきゃいけないっていうのがこれで見せられるかなっていう不安はもうすごいあったよね。これ最後のシーズン1のもう最後だね、本当の最後。現場にもさこのテレビの量があったんだよ。上にちょっと足してるけどね、もちろん、足してるんだけど、上に足してるけどこの半分以上はあった。すごいよね。うわー今後どうなるんだろうね。私原作読んでるから知ってるけど。私まだ読んでない。読んでない？いやー面白いよね。うわーなんか思い出しちゃうね。4話だっけ、4か3話ってもう衝撃だよね、植物園のゲームがね怖かったな。怖いよね。久しぶりに見るともう一回最初から見たくなりますね。見たくなる。確かにシーズン2もし撮影できますみたいな感じになったら YouTube のカメラ持っていきたいね。ね、持っていきたいよね。私もついてきたいなこれ渋谷のスクランブル交差点出てくるんじゃない？ほんとすごいよね。すごい。
あー出てきた。あー終わっちゃった。今の国のアリスが配信されてから YouTube でも外国の方が見てくれてることがすごく多くって、外国の方からコメントいただくのももちろんそうなんですけど、インスタグラムとかでも海外の方からコメントいただいたりとかして、やっぱり見てくださってる方がすごく多いんだなっていうのを SNS を通じてねすごく感じますね、やっぱり。あでもこれはハマりますね。ね、もっとね YouTube とかでもね今の国のアリスの裏話をしたりとかもしてるんですけど、そういうのを見たりしながらもう一回見ていただけたら嬉しいなと思います。なんか面白かったね。面白かったね、Uber Eats しながらって言ったけど結局ピザ食べてないしこれから食べましょう。そうだね、今から食べよう。見入っちゃって全然食べれなかった。ポテト一人で食べたいっぱい食べた。なので UberEats の企画もねこれから少しずつ取り入れていって、これから2021年に自分がやりたいことだったりとか近況報告だったりとかどんどん入れながらこれからも動画を作っていきたいなと思いますので、皆さんぜひ見てみてください。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画がいいなと思ったらグッドボタンもよろしくお願いします。はい、じゃあそれでは次の動画でお会いしましょう。朝日奈絵でした。じゃあねー。ご出演おめでとうございます。ありがとうございます。ファッションショーの一番最初に出させてもらったのが関西コレクションで、だからすごいね思い出がある。めちゃめちゃ緊張するよ。